こんにちは、ジリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドパンダからバッドパンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相やスティーブ・アオキ氏、また最近では第5子の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。でまたこの WebX のチケットに関しては、早売りキャンペーンが本日までとなっております。今後はまたチケットの価格自体が上がりますので、検討している方はお早めにお求めください。概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますので、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。またメンバーシップの方では、毎朝1分で情報収集できるまとめ投稿が動画よりも好評いただいております。こちらは動画よりも半日早く、そして手っ取り早く情報収集できますので、日頃忙しくて情報収集に時間割きたくないとか、動画を見てる暇ないという方はこちらもぜひご利用してみてください。まずビットコイン関連ではビットコインのドミナンスが上昇しているのが話題になってます。これも各サイトでパーセンテージが違うんですけども、以前までは平均 50% 以下を推移してたんですけども、スポットイーサ ETF が取引開始された7月23日あたりから上昇し始めまして、現在では 56% と、2021年4月以来3年ぶりの高水準となったことで話題になってます。で、イーサのドミナンスも同時期に下がっていますね。なので、スポットイーサ ETF に期待して、イーサに入ってた資金が、次 ETF が期待されているアルトにまた移ってるというのもありますけども、ビットコインに戻ってるという見方もできそうです。でアルトのドミナンスもこれも構成の違いで各サイト違ってますけども、一部ではアルトのドミナンスは下がってるんで、次のアルトに移ってるというよりかは、ビットコインに資金が戻ってるという見方の方が強くなるのかもしれないですね。であと過去に遡るは遡るほどですね、アルトの数とかも今では全然違うんで参考にはならないと思うんですけども、ビットコインのドミナンスの現時点の位置はこの辺りですね。ここからまたビットコイン一強のフェーズになるのか注目ですね。また米国のスポットビットコイン ETF のフローはまだブラックロックが公開されてませんが、グレースケール以外でも流出が見られまして、全体ではマイナスとなってます。ただスポットイーサ ETF は現時点では全体でマイナスとなってますが、先ほどブラックロックにプラス 1.1 億ドルほどの流入があるという情報が流れたんで、今回は全体でプラスとなってますね。これで連続流出記録は4日でストップ、取引開始初日以来の全体でプラスとなってます。ビットコインの価格は現在66,300ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米ジョルツ求人件数が予想の 805.0 万人に対して結果が 818.4 万人と、またコンファレンスボード消費者信頼感指数も予想の 99.9 に対して結果は 100.3 と、どちらも予想を上回る結果となりまして、米ドル高、米金利上昇要因となってるんですが、世間では先日から日銀の利上げが話題になってまして、本日の日銀政策金利前にですね、国内海外ともに各報道機関が日本が利上げすると報道してます。で、日経も 0.25% への利上げが濃厚なんじゃないかと報じてますね。おそらくこの影響が大きくて、ドルから資金が逃げて、米金利も各指数も下落しているという見方が自然なのかもしれませんね。米国債金利は 4.139 を推移しておりまして、ナスダックが 18,796、S&P500 が 5,449、ダウ平均が 4743、金ゴールドが 2,409 ドル、日経平均が 37,992 円、ドル円が 152.66 円となっております。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 0.4%、額として369億ドル相当と、比率としては全体ではショートが 52.1%、バイナスミはロングが 64.5% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日7月31日に、米 DP 購入者数、米シカゴ購買部景気指数、米中古住宅販売制約指数、そして8月1日早朝に FOMC、夜に A 中銀政策金利、米 ISM 製造業景気指数、8月2日に米雇用統計などが控えております。市場全体では円高優勢となってまして、これまで好調だった米株関連の指数が下落している状態。仮想通貨市場も ETF の流入が回復せずですね、選挙戦の動向も分からなくなってきて、楽観的な空気感がなくなってきた印象がありますね。また重要指標が立て続けに控えてますんで、その警戒も走っているのかもしれません。明日早朝には FOMC も控えてますんで、今夜が山だ。
チャートだけ見たら、未だ6万6000あたりで耐えてる形で、指標などの流れ的にも厳しそうに思いますけども、これから取り上げる各国の仮想通貨関連のファンドは結構明るいものがあります。下はこの6万6000、またその下の6万4000で耐えられるかどうか、上は7万ドルの抵抗を超えられるかが焦点になると思います。今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在3290ドル、BTC 建ては 0.0497 と、昨日と同水準となっています。先物の方では OI は全体でプラス 0.4%、額としては146億ドル相当、比率として全体ではロングが 51.4%、バイナンス面はロングが 76.9% と上になっています。イーサネットローンチから9周年というのが話題になりながらもですね、価格には特に影響ないように思いますけれども、ETF のフローはプラスとなりましたね。イーサの判定はもう少し時間がかかると思ってたんですけども、少しずつ判定の要素が出てきたような気もします。チャートだけ見たら、短期では下は3200のラインを守れるかどうか、上は3500の抵抗を超えられるかどうかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。先日、ビットコイン2024でのトランプの演説が話題になりましたが、そこでトランプが調達した資金が2100万ドルに到達していたことが話題になっています。これまで著名人から集めた資金400万ドル合わせると2500万ドル相当と、過去2番目に大きい資金調達になったとのことです。またそのビットコイン2024で、米国が5年間で100万 BTC 購入する法案を提出すると発表していたラミス上院議員がですね、早速その元となる2024年ビットコイン法と題した草案を起草しています。また各州がビットコインを準備金として保管することができる要項も入っているようですね。ラミス議員はですね、現在国家債務は35兆ドルを超えてますと、戦略的なビットコイン準備金はこの暴走列車を止め、次世代のために国家債務の返済を助けることができるかもしれないと X に投稿しています。先日もミシガン州やニュージャージー州のスポットビットコイン ETF 保有が明らかになって話題になってましたけども、州のビットコインの保有が今後当たり前になる時代が来るんでしょうかね。あとは SEC 関連です。SEC がバイナンスへの訴状内容の修正を要請しています。これまで SEC はバイナンスに対してですね、有価証券のアルトを取り扱っていたということで訴えを起こしてたんですけども、今回の修正部分としては SEC が証券認定しているソラナやエイダー、マティックなどのアルトに関して裁判所がそれらのアルトをこの段階で有価証券かどうかを判断する必要はないという内容に修正されています。もともとアルトが有価証券に該当するからバイナンスは証券法に違反しているという SEC の主張で訴訟が進んでて、アルトが有価証券かどうかが焦点になるとされてたんですけども、ここに来て裁判所は有価証券かどうか判断しなくていいからっていう話ですかね。おそらくもう現時点でソラナ ETF が申請されてしまってますから、裁判所から他のアルトが有価証券じゃないと判断されてしまうと、アルト ETF を拒否する理由がなくなってしまうんで、それを恐れてこういう対応をしてるのかなと思うんですけども、傍から見てると結構めちゃくちゃになってきてますね。で、この SEC の動きに対して、リップルの CEO ガーリングハウスとかはですね、ゲンスラー委員長は、起訴が明確であると証言しているのに、SEC はそれを理解できず、場当たり的に適用し、業界の混乱をさらに悪化させていると、政治的アジェンダ及びまたは悪意のある訴訟戦術であると、決して法律への忠実な忠誠ではありませんと批判しています。で、SEC から証券認定されたアルト、ソラナ、エイダーなどはですね、現時点では単独で強くなってないですけども、今後どういう動きになるのか、対象アルトの展開にも注目ですね。他 SEC 関連では、ビットクラウドの創設者が BTCLT トークンの販売で 2.5 億ドルを調達し、当初の説明とは違う仕様に使っていたとして SEC から詐欺罪で告訴されたこと、またスポーツベッティングのドラフトキングスが NFT 事業から撤退してまして、これも SEC が NFT を証券認定したためとされています。あと米国関連では、IPO を計画しているサークルの非公開株が時価総額52億ドル相当で取引されていることなどが話題になってますね。あとはロシアが仮想通貨のマイニングを合法化したのも話題になっています。2024年11月1日から仮想通貨マイニングを全面的に合法化する法案を可決と、さらに9月1日からデジタル通貨による国際決済、為替取引を認める法案も可決されたようです。これでデジタル開発庁に登録した事業者はマイニングに従事することができるようになると、中国は未だマイニング禁止にしてると思いますけども、先にロシアが解禁となってますね。またロシア関連の銘柄が強くなるんでしょうかね。あとここからアルト関連になります。カリフォルニア州の運輸局 DMV が自動車所有権のデジタル化に
アバランチを使用することが話題になっています。約4200万台の自動車所有権をアバランチ上でデジタル化することで、従来2週間かかっていた所有権の移転をわずか数分で実行することができるようになるとのことです。先日、ソラナのアグリデックスがワインの RWA 取引を行ったことで話題になりましたけども、最近 RWA 関連の話題が多く出るようになりましたね。アバックスの価格は現在 26.5 ドル、BTC 建てはマイナス 1.6% と、単独で強くはないですけども、今後の進捗に注目ですね。あとはコンパウンドダウ騒動の続報になります。以前までは多数の投票権を持っているゴールデンボーイズというグループがコンパウンドの資金の 5% をゴールデンボーイズのアドレスに移す提案を出してまして、それが可決されてしまったと、コンパウンドのコミュニティが乗っ取られてしまったということで、トークンも下落したんですけども、その後ゴールデンボーイズ側が提案のキャンセルを行いまして、コンパウンドダウの代替案への投票に同意と、一連の騒動は一旦収まったとされています。ただ今回またダウのガバナンス投票の問題点が浮き彫りになりましたよね。コンパウンドのトークンは現在53ドル、BTC 建てはプラス 5.1% と反発しています。ここから先はあるんでしょうかね。コンパウンドの今後にも注目です。あとその他リリース関連では、ちょっと今回多すぎて全部は拾えませんけど、ラバネットワークがメインネットとトークンリリース、モジュラーのエクリプスがビルターにメインネット公開、コインベースチェーンのルータープロトコルがルーターチェーンのメインネット立ち上げ、ハイパーボリックの700万ドル調達などが話題になっています。これらの今後の進捗にも注目ですね。今日はこのとこですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。